皆さんこんにちは。とても強い日経平均、ついにバブル後の高値を超えようかという水準まで来ました。それと比べるとトピックスの方が少し伸び悩んでいるということで、なぜ日経平均だけ強いかと言いますと、皆さんもご存知の通り、構成銘柄の偏りですね。その傾向、偏りというのがより一層強くなる。そんなイベントが3月に迫っています。今回の動画のテーマは指数における銘柄の変更。日経平均の前に2月末に先に変更を迎える海外の機関投資家が日本株に投資するときに主に使う指数 MSCI Japan の構成変更。このインパクトがどれくらいかご紹介した後に、皆さんお待ちかねの3月日経平均の銘柄入れ替えについて、こちらは最新の予想というのをご紹介したいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。当チャンネルでもだいぶ恒例となってきました指数変更のインパクトについてご紹介する動画。いつも通りまずはスケジュール感を確認していただきたいと思います。もう知っているよという方は飛ばしていただいて、まずは今回ご紹介する MSCI の指数変更2月の末の入れ替えとなっています。そして日経平均の入れ替えは3月の末ですね。今回の動画で対象としているのはこの2つの指数入れ替えに伴う機関投資家からの売買インパクトですね。ちなみに先月1月にはトピックスの入れ替えをご紹介しましたけれども、その時は四半期ごとに大きな入れ替えがあると、1、4、7、10月がトピックスのメインの入れ替えであると申し上げましたが、MSCI に関しては2月、5月、8月、11月の四半期ごとにおける入れ替えです。今回は2月ですけれども、この年4回の中で最も大きな入れ替えとなるのは5月、次回ですね。次いで大きいのはその半年後の11月となります。また日経平均については半年に1回3月と9月末の入れ替えとなっていまして、トピックスや MSCI が時価総額の加重平均によるウェイト付けになっているのに対して、日経平均は額面ベースで非常に大きな偏りを持って指数構成されていますので、銘柄入れ替えのインパクトとしては皆さん日経平均の方が楽しみにされている、大きな動きが出てくることを期待されている方が多いのではないでしょうか。また2月の末 MSCI の入れ替えと申し上げましたが、トピックスと違って MSCI や日経平均については最終営業日が取引対象となります。トピックスの場合は月末1営業日前ですので、この違いについてはさや取りを狙う方はご注意いただければと思います。日経平均は MSCI と同様に3月の最終営業日ですね。それでは早速 MSCI の入れ替え銘柄について機関投資家から出てくる各銘柄の売買インパクトをご覧いただきたいと思います。こちらが2月末基準で MSCI Japan 指数変更が行われる銘柄ですけれども、一番上のスクリーンホールディングスが唯一の新規採用銘柄、そして JR 東海以下の5銘柄はすでに構成されている銘柄ですけれども、買いの需要が入ってくる大きなインパクト上位5銘柄となっています。また後ほど除外になった銘柄についてもご紹介しますが、今回は新規採用1銘柄、除外が8銘柄ということで7銘柄の順減となっています。これで MSCI Japan の構成銘柄というのは実に220銘柄程度になってしまいますけれども、ここ 1,2 年はずっと除外の銘柄の方が大きい状態で、その主な理由としてはドルベースで換算した時の日本株の弱さですね。株価自体は順調に上がっていますけれども、海外から見た時には為替の円安の影響で他国の株式よりもそこまで上がっていない。これが除外の銘柄が増えている要因となっています。さてご覧いただいている表の項目について、左から銘柄名や業種、時価総額のところまではそれぞれの銘柄の特徴ですけれども、右側の3列ですね。想定売買株数、そして売買の金額、これが今回の2月末に発生しそうな需要となっております。そして一番右側が平均の出来高による何日分のインパクトになっているかという数字ですね。ここの日数の数値が大きいほどインパクトの高い影響が出る銘柄となります。この出来高日数換算のデータの大きな順から新規採用のスクリーンホールディングスとトップ5を載せているわけですけれども、そもそも一回出来高の話は横に置いていただいて、各銘柄の時価総額ですね。こちら載せているデータに関してはトピックスが採用している流通株数、これを時価換算したものですけれども、例えばスクリーンホールディングスの場合は8350億円。このうちの今回 MSCI Japan が採用することによって機関投資家が買い入れる総額というのは約1080億円と
約 15% ぐらいの流通株を買い集めることになるわけですね。そのように見ていくと、この色の濃淡、左側時価総額がそこまで大きくない数字にもかかわらず、右側の想定売買金額が大きい数字になっているものは、かなり今回の株券集めにくいイベントになってくるんではないか。つまり需給が逼迫してきそうという意味になります。そのような関係性になっているのは、ダントツで一番上のスクリーンホールディングスですけれども、2番目の JR 東海以降、想定の売買金額というのは、だいたい時価総額の 5% 前後の水準になっていますので、そんなに大きく出そうにはない。ただこちらの銘柄たちは今月末にかけて鞘取りをするほどではありませんが、多少は下側の抵抗になってくれるような資金流入が見込めるという状況です。それではここまでのそれぞれの銘柄、株価の推移ご覧いただきますと、こちら。先ほどのリストの上から4銘柄取ってきていますけれども、1週間の株価の推移ですね。左側2月9日のところ、縦に点線が走っている時点が銘柄入れ替えの発表前後の起点となります。そうすると、スクリーンホールディングス予想が結構広まっていたとはいえ、新規採用が無事決定したということで、発表翌日に大きく上昇しているのが見受けられます。また、京成電鉄もわずかに反応していますけれども、一番下、アズビルなんかも結構大きめに反応はしていました。ただ、アズビルについては、そもそも難聴な推移が今週1週間続いていますので、結局元の水準まで戻しているあたりを観察しますと、先ほどのインパクトのリスト、上位の4番目の銘柄ですので、もうそのあたりでインパクトはだいぶ薄そうと判断することも可能です。ただ、実際の基準となるのは2月末ですので、この後どのように各銘柄が動いてくるか、事前に大きく上がるようであれば、基準日にインパクトが小さくなりそうですし、基準日にかけて全然動きがないようであれば、直前に大きく動きそうという風に予想することも可能です。それでは今度は除外の銘柄及びウェイトが下がる銘柄についてご覧いただきたいと思います。先ほども申し上げた通り、海外の投資家から見ると、為替の影響で日本株というのは他の国の株式よりも上昇割合があまり芳しくないということで、こちらのリストの方が多く銘柄が並んでいます。上から8銘柄が除外ということで、比較的大きなインパクト。そして残る銘柄の中でもインパクトが大きそうなのは野村不動産マスターファンド、トッパンホールディングス、大東建託という順番になっています。またこちらのリストは出来高の日数換算した大きな順から並べていますけれども、想定の売買金額が除外の銘柄を除いて最も大きな金額となるのは、リストの一番下、三菱 UFJ フィナンシャルグループとなっています。とはいえ先ほど申し上げたような流通時価総額に対する想定の売買金額が大きなものもあまり見受けられませんし、出来高換算した時の日数についてもそこまで大きくないので、こちらのリストで注目していきたいのは除外の8銘柄。これに焦点を当てた方がよろしいかと思います。そしてもう一つ気になる点について、ここまでご紹介したのは、すでに入れ替えが発表された、決定したデータとなっています。実は変更が予想されている段階、つまり発表前の段階では除外は9銘柄になるんではないかというふうに想定されていました。こちらとある一証券会社の予想、PDF から引っ張ってきたのでだいぶ目が荒くて非常に恐縮ですけれども、上から9銘柄のところに色がついていて除外が予想されている。そのうちの8銘柄は先ほどご紹介した除外銘柄のそのままのリストなんですけれども、唯一ですね、こちら9番目のヤマハだけは予想では除外されると思われていたんですが、予想に反して残ったという形の銘柄です。ということで、そのヤマハも含めて株価の推移をご覧いただきますと、こちら。一番目立っている紫線グラフがヤマハの株価推移ですけれども、それ以外の銘柄に関しては除外の銘柄。こちら発表のタイミングで、おおむねの銘柄は下方向に出ましたけれども、紫のヤマハだけが大きく飛び上がっている 4% の上昇を見せています。とはいえこの期間ですね、先週の動画でもご紹介した通り決算発表の期間でもありますので、オープンハウス、水色の線グラフなんかは途中で大きく上昇を見せていますけれども、大和ハウスリートや王子ホールディングスあたりは2週間を通して軟調な推移。またここまでは除外の銘柄でも堅調なものありますけれども、月末にかけて下がってくるか。需給で言うと、売りのサイド、供給が増えますので、上値の重い展開になってくるかというのが注目ポイントとなってきます。そ
それでは皆さんお待ちかねの日経平均の入れ替えについて、こちらに関しては予想のデータをご紹介していきたいと思います。そもそも日経平均入れ替えを予想するにあたって2つの基準軸、皆さんもご存知かと思いますが、1つは日経が区分する6業種、上から素材、技術、消費、運輸公共、資本財、その他、金融。このそれぞれの業種における理想の銘柄数に沿った形の構成にするという点。そしてもう一つは、流動性を基準として銘柄を選択するという、この2つの基準をもとに日経平均の銘柄入れ替えというのが予想されます。具体的にはプライム上場の銘柄の中で流動性が上位450の銘柄をピックアップしてきて、それを日経の6業種に割り振っていきます。素材だと86、技術だと104、消費だと121といったような具合ですね。これを2で割ることで、各6業種の適正な銘柄数というのを算出します。これで225銘柄構成することが理想という形ですね。それに対して現状の構成銘柄数、理想の銘柄数と現状の銘柄数が当然常に一致しているわけではないので、それを差し引くことで各6業種の過不足となっている銘柄数というのがわかります。そうするとですね、6業種の中で消費という区分に入る銘柄だけがダントツで不足していて、他の5業種に関しては理想よりも多い銘柄数になっているという状況。これがわかるわけですね。さて、ここで冒頭でお話ししたことを思い出していただきたいのですが、日経平均だけがやたらと強い、トピックスはそんなに相対的には強くなっていない。なぜ日経平均だけが強いかというと、偏りがあるからと申し上げました。その偏りというのがこちらの数字に現れているわけです。特に不足しているのは消費、つまり小売などの銘柄ですけれども、逆にオーバーしている過剰な業種というのは上の2つ、素材、技術。その中でも銘柄数ご覧いただきますと、技術が61とかなり多く占めているわけですね。そしてそこに含まれる銘柄というのは、半導体関連の銘柄や電気機器など、今相場を牽引している銘柄、そしてそういった銘柄の中には値傘株が多い、つまり日経平均の中でウェイトが高いということなんですね。これが日経平均ばかり引き上がっている要因なわけですけれども、銘柄を入れ替えするということなので、当然このリストだけご覧いただきますと、消費の銘柄を採用して素材や技術といった銘柄を除いていくのが理想の形ではあります。それでは具体的な銘柄予想をご覧いただきますとこちらになります。まずは採用銘柄に関して、先ほど申し忘れましたが、1回の入れ替えイベントにおいて最大で3銘柄入れ替えが行われます。そして黄色くハイライトしている上から3銘柄が3月末に採用される有力候補の銘柄ですね。こちらの表の各項目、まず左側には各銘柄の名前と先ほどのリストでご紹介した日経が区分する6業種、そしてプライム上場の銘柄の中での流動性の順位ですね。こちらの2つのデータが主な判断材料になってきます。そうすると上からソシオネクスト、ディスコ、ZOZO と並んでいますけれども、ソシオネクストとディスコは技術と入っていますね。先ほど申し上げたように技術という区分に関してはすでに過剰な銘柄数となっているにもかかわらず、なぜ採用予想に入るのかというと、流動性の順位がダントツで上位だからです。業種の判断をする前に先に流動性の順位、上位の銘柄というのが絶対基準として採用されます。具体的には75位より上の銘柄に関しては自動的に採用が決定するわけです。現時点でソシオネクスト44位、ディスコが60位ということなので、いくら業種としては過剰となっている技術に入っていても採用が有力視されるわけですね。さて3席のうち2席が埋まりました。残る1席ですが、流動性の順位で言えば4番目のローム、ここが88位ということで上位ですね。さらにユニチャーム、こちらは99位ですが、ここで次に判断材料として日経6業種の過不足が生きてきます。ダントツで消費の銘柄が唯一少ない業種区分になっていますので、当然残る一席には消費の銘柄を入れたいと思うわけです。そうすると消費の中で最も流動性順位の高い ZOZO が最有力候補。そしてその次に
消費の中で流動性順位が高いのは一番下の良品計画となっています。さて、日経平均の算出要項には具体的に書かれていませんが、再三申し上げている通り、銘柄に偏りがある指数ということで、日経新聞社自体が銘柄入れ替えの際のインパクトというのを非常に気にしています。先ほどの MSCI の時と同じように、採用された場合の平均出来高で換算した日数、そして今度は一番右側に流通時価総額に対する日経平均採用した時の需要の割合というのをパーセントで示しております。そうすると上から3番目の ZOZO に関しては出来高換算での日数は 18.7 日、そして流通株のうち 27% 以上を機関投資家からの買い需要が占めてしまうというふうに計算される。つまり採用するとかなりインパクトがでかくなるということですね。このあたりをもし日経新聞社が考慮して流動性順位としてはそこまで大差がない良品計画の方を採用する。つまりインパクトで言うと出来高換算の日数が3分の1程度。流通株に対しては 16% と半分程度のインパクトで済むこちらを選んでくる可能性も否めないということで、この2銘柄で鞘取りをしようと思ったら、カモーラレ個人的な考えとしては良品計画に割合置いた方がいいのではないかと思います。なぜなら ZOZO に関しては採用が有力視されていますが、たびたび落選していますし、当然有力視されているものが採用されるよりも予想があまりされていない銘柄が採用された方が株価の跳ね上がりとしては期待できる。つまり確率かける株価の上昇。これをイメージしたときに期待値としては良品計画の方が高くなってくるんじゃないかなと。そういった個人的考え方ですね。どっちにも張ってもいいかもしれませんけれども、そうするとどちらか選ばれなかった方に関してはそれぞれ期待されていた分株価は下がってしまいますし、どちらかに重きを置いて狙っていった方がいいのかなと思います。あとはですね、流動性の計算に関しても項目として式は挙げられているんですけれども、その各項目を具体的に計算する方法というのは記載されていないので、実は流動性順位というのも正確には当てられない。日経新聞社が計算している順位というのは多少ズレがあるかもしれないと。そうすると、ソシオネクスト、ZOZO、良品計画みたいな組み合わせでやってくるかもしれない。だいぶ可能性は低いですけれども、日経新聞社以前は結構サプライズ好きだったこともありますので、その辺は頭の片隅に置いておく程度でいいかもしれません。逆にソシオネクスト、ディスコ、ロームと技術3つ入れてくるというのも競馬でいう大穴ですね。ということで、それぞれの銘柄の株価推移ご覧いただきますと、こちらは MSCI の時と違って1ヶ月直近の推移をご覧いただいていますけれども、3月末ということで、まだ少し期間がある約1ヶ月半ありますけれども、発表自体は3月上旬に行われますので、そろそろ発表前の予想の段階で当てに行くという鞘取りをされる方は、仕込み時かなというところで、ソシオネクストに関してはもうだいぶ有力視されていますので、半導体相場も相まってだいぶ上がってしまってます。先ほど申し上げた ZOZO か良品計画、株価の推移だけですと、直近1ヶ月は良品計画の方が買いやすい低い水準にいますね。ローム、良品計画なんかは選ばれたら大きめの上方向のインパクトが出るかと思います。それでは今度は除外の方の予想についてご覧いただきますと、こちら。タカラホールディングスは前回予想に入っていましたが生き残った。今回はちょっと厳しいなというところで、太平洋金属、住友大阪、セメントですね。特にタカラホールディングスなんかはインパクト大きいですので、一旦月末近づいてきたらどこか高いうちに売却、月末に下方向を押し込まれるようだったら買い戻すと、洗い替えをするのもいい手かもしれません。消費が業種の中で唯一銘柄数足りていないとはいえ、順番に並べた時には一番下にランクされて除外されてしまうと、先ほどの半導体関連の技術が活況なのとは逆ですね。太平洋金属、住友大阪セメントに関しては素材。こちらは技術と並んで大幅に銘柄過剰となっていますので、すんなりとリスト通り除外が予想されます。そしてそれぞれの銘柄の株価推移ご覧いただきますと、太平洋金属や自転候補の日立造船はこの1ヶ月かなり大きな上昇を見せていて、まだ売り込まれていません。タカラホールディングスや住友大阪セメントは今週で少し下方向に出てきているという状況です。ということでここまでが日経平均3月末の入れ替え最新の予想状況についてご覧いただきました。
そして最後に忘れてはいけないのが皆さん大好きなお値段以上のニトリです。こちらすでに日経平均構成の銘柄ですけれども、前回ですね、23年9月の月末入れ替えの際に採用されました。ただ、日経新聞社がインパクトを考慮して半分ずつ入れるという扱いにしたわけですね。つまり23年9月に半分、そして24年3月末にもう半分残った分を組み入れるという形です。前回採用のタイミングからは 30% ほど値上がりしていますけれども、残り半分ですね。これはもう予想ではなく確定事項ですので、どれぐらいインパクトがあるかご覧いただきますと、こちら。出来高換算ですと10日分程度。流通株に対しては 9% 程度の買い入れになります。先月の動画に対してですね、指数の入れ替えによる利ザヤの検証もやれと、一部コメントで言われたんですけれども、ここまでデータ出しといておんぶに抱っこかよと、正直新入くんは思っているわけですが、ニトリに関しては発表のタイミングで一度大きく上昇し、指数入れ替えの対象となったタイミングで、その日中にも動きが見られましたが、入れ替え後、翌日以降はかなり難聴に推移したイベントの需要というのが一度落ちたのと、こちら円高恩恵の銘柄ですので、為替の影響、これに伴う決算の想定外な悪さなども相まって、一度大きく下がったんですけれども、そもそもこういう指数イベントで鞘取りを狙う場合というのは、長期投資の観点では全く意味をなさないわけです。最初にご覧いただいたスケジュール感、これを頭に置いて短期的に利ザヤを狙う。指数入れ替えの対象日、あるいは指数入れ替えが発表される前後、このあたりを中心に狙っていく、ご紹介している動画ですので、これをどのように使うかというのは、ご覧いただいている皆さんのご判断。おそらくご覧いただいている皆さんは、皆さんそれぞれで自らのポジションに合った検証をされているかと思いますので、くれぐれも検証動画を出せとご指示をいただく前に、ご自身のポジションを振り返るのが一番の検証ではないでしょうか。このチャンネルではいろいろな分析、次回は小型株需給の分析を予定していますけれども、その他にも前回ご紹介した四半期決算の予想と実績を用いた決算またぎのインパクトを分析する動画や、個別銘柄のバリュー、グロース、そういった5項目の特性をランク付けする動画などもご紹介していますので、今後も様々な分析動画ご視聴いただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。